お母さんと喧嘩したり、おばあちゃんと喧嘩したり、まあいろいろ理不尽に言われたりして、とにかくそういう時はお風呂場の脱衣所に逃げ込んでタオルで口を塞いであーって叫んでストレスを発散してた。たまにその脱衣所にある洗濯機の上のところに服の洗う用の洗剤があるから、それ飲んでみたら楽になれるのかなって。ずっと仲良く部活が終わった後も一緒に恋人つなぎなんかして帰っちゃったりして、この手のつなぎ方なんていうか知ってるって言ったら、知ってるって。いいのって聞いたら、いいよって。まあ全く意識してないからこそそういうことができたのかもしれないけど、私はずっと内心ドキドキしてた。学校中に謎々をばらまいたの。一つの謎を解いたら次の謎の場所に行けて、その謎を解けば次の場所に行けてっていうのを永遠に繰り返す。それを先生に仕掛けて、たどり着いた先は教室の教卓で、そこには生徒からのプレゼントが先生すごい泣いて喜んでた。嬉しい。学校が終わると生徒会の準備があるからとか、生徒会のお仕事で一緒にいられない日が放課後多くなった。多くなって、それで、お昼ご飯も一緒に食べてたんだけどね。なぜか急に今日から一緒に食べないで、生徒会の子たちと一緒に食べるって言って、私一人になっちゃって。それからずっと距離を置かれて、全然喋ってもくれなくなって。こんばんは。暗夜へようこそ。ホタルです。今日も眠れなくて来ちゃったのかな。噛んじゃった。ちょっとまだ緊張するけど、おしゃべり楽しかったし、また私の話聞いてってくれるかな。この間は私の小学校の頃までの思い出話したかな。じゃあ今日は中学生の頃からのお話聞いてもらえないかな。途中で寝ちゃってもいいからね。私は小学生の頃までに、親がちょっときつかったりとか、あとは、そうだね、学校で初めてのいじめにあったとか、あとは、そうだ、アイドルを始めたお話したね。そう、そのちょっと闇深いキッズアイドルに入って、私はダンスにずっと勤しんでた。そのプロデューサーさんは女の人で、ダンスの振付師さんもやってるような人で、そのプロデューサーさんのダンスが私はすごく好きで、アイドルは嫌いだけど、ずっとこの人のダンスを踊りたいなって思って、アイドルやってるっていうことは、いまいちよくわかってないけど、
悪いことだとも思ってないし、おじさんとそういうハグっちゃきみたいな。ちょっとやましいことをするの。私はその段階でそれが変なこととも気づいてないし、水着で写真撮られるのだってそういうものなんだなって、エロい目で見られてるとかそういうのもよくわかんなかったし、まあでも水着で撮るくらいなんだからそうだったんだろうね。そんな中、何の疑いも持たず中学生に上がってアイドルを続けてダンスを続けてた。中学は普通に公立の地域の小学校に行くんだって思ってたけど、ちょっと行きたくないなって思ってた。なんでかって小学校の頃はちょっと私が目立ったのと真面目すぎて嫌われてたから。それが原因でのいじめだったし、地域の学校ってなると小学校の頃の友達も一緒についてきて、なんか嫌だなって思ってたから。その時ずっと塾に通ってたんだけど、そうそう、私すごい習い事が多くてね、お母さんがいっぱい習い事をさせたがる人だったから、いろんなのやってた。英会話、そろばん、空手、水泳、あと英会話もう一つと、塾が2、3個と、あとなんだっけ。まあそのダンスも、そうか。習い事っちゃ習い事か。いっぱいやってた。あとあれだね。中学の頃は、コンゴとか、ドラムとか、そういう音楽系の習い事も新しく、あと歌の習い事なんて言ったらいいのかな。そうだ、ボイストレーニングもやってたね。そう。何の話だっけ。緊張するな。おしゃべりするの。ちょっと水分補給。小学生の時から今までずっと表に立つ仕事をしてて、人見知りが治ったかと言われればそうじゃないね。ずっとステージに立っても頭が真っ白で、だから頭の真っ白の中でもパフォーマンスができるように練習した。だからあんまり緊張している様子とかそういうのは周りにはバレなかったけど、今でもステージに立つ前はお腹が痛くなってドキドキして頭が真っ白になる。そういえば言ってなかったけど、アイドルは今でも続けてるよ。いろいろ形や名前が変わったりはしたけど。そう、それで中学校、公立に行きたくないなって思ってたところに塾の先生から、いい中学校の補欠が出ちゃったみたいで、今からでも受験できるよって言われて、まあ受験勉強も何にもしてなかったんだけど、人一倍勉強は真面目にしてたから、そこを受けることにして、見事合格できたんだよね。そこが中高一貫の女子中学で、そう、言い忘れてたけど、私が中学まで生まれ育った地は福岡です。福岡の都心にある中高の一貫の女子中学校。なんか結構お嬢様みたいな人たちが行くような場所。
そこに行っちゃったね。うち、前のお話で話した通り、そんなにお金がある家庭ではなかったから、お父さんとお母さんがすごい頑張って会話してくれてた。でも、私は結構勉強が好きなタイプだったし、どうにか娘の学力を上げて、ちゃんとした大人になってほしいと思って頑張ってくれたんだろうね。ちゃんとした大人になったかどうかは、あんまり、どうなんだろう。見ようによるかな。それで、中学校は、その、私立の女子中学校に行ったんだ。それで、女子中学校は良かったね。異性がいないから、目立っても、あんまりいじめられないというか、途中共学から来た転校生から少しいじめられたりとかはあったけど、基本的に疎まれることもなく、目立ってもみんな笑ってくれるだけで。楽しい中学校生活だったかな。まあ家庭はあんまりだったけど、なんというか、おばあちゃんとおじいちゃんと一緒に暮らし始めたの。そこら辺の中学校の段階で。で、おばあちゃんが結構重度の認知症で、もともとお母さんからよく殴られたりとかしてたし、大丈夫だったんだけど、まあ、たまに強くつねってきたり、暴言を吐いてきたりとか、そういうことをしてきたから、ちょっと辛かったかな。それに自分の部屋っていうのもなくなって、引っ越して、お父さんとお母さんと弟と私が全部一つの部屋になって、なんというか、ずっと一人の部屋に閉じこもってたから、ちょっと気まずかったね。逃げ場がないっていうのは、あんまり良くないね。お母さんと喧嘩したり、おばあちゃんと喧嘩したり、まあいろいろ理不尽に言われたりして、とにかくそういう時はお風呂場の脱衣所に逃げ込んで、タオルで口を塞いで、あーって叫んで、ストレスを発散してた。たまに、その脱衣所にある洗濯機の上のところに、服の洗う用の洗剤があるから、それ飲んでみたら楽になれるのかなって思ったけど、さすがに苦しそうだからやめといた。そんな状況で中学に通って、で放課後はアイドルのダンスの練習をして、週末はライブに参加して、毎週ライブがあるから結構忙しかったね。友達と遊ぶ暇もほとんどなかったから、ほぼ友達とも遊ばず、学校、アイドル、家、学校、アイドル、家っていう状態でずっと過ごしてた。そう。で、私が真面目で頑固であるがゆえに、その学校が SNS 禁止だったんだよね。LINE とか Twitter とか、そういうのは絶対ダメで。だからみんな LINE とか使ってた時期だったから、誰とも LINE 交換しなくって。Twitter は
先生に許可もらって宣伝用にアイドルのやってたんだけど。そうだね。それで連絡先を交換しなかったから、中学の友達は一人もいないね、今。本当に真面目だね。悲しい。結構仲良かったから、みんな。また会いたいな。あ、そういえば、結構楽しいクラスでね。その学校。例えば、なんか、先生にドッキリを仕掛けたりするのが楽しくて、クラスのみんなで一致団結して、例えば、先生が授業始めにガラって扉開けたら全員後ろを向いて机ごと座ってて、先生が何か言うとちょっとずつみんなが後ろに机ごと下がっていってみたいな。あと、授業中に誰かがボールペンをカチカチってやり出したら、それが合図で、みんなが一斉にちょっとずつカチカチカチ、カチカチカチ、カチ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 ってみんなで一斉にボールペンをカチカチ鳴らすっていうドッキリをやったり。あと、一番流行ったのが、先生が入ってきて、起立、礼、着席みたいなことするじゃん。よろしくお願いしますって。よろしくお願いします。よろしくお願いしますの代わりに、起立、礼、逃げろって言って、みんなでトイレに全員でダッシュして、教室から誰もいなくなるっていうドッキリを何十回もやったね。楽しかった。まあさすがに怒られて、先生が事務室に帰っちゃって、みんなで謝りに行ったりとか、そういうこともあったけどね。途中で先生が誤解妊して赤ちゃんが生まれるってなったの。で、出産期間に入るから休みになるっていう話を聞いて、みんなで先生にドッキリを仕掛けようって企てて。学校中に謎をばらまいたの。一つの謎を解いたら次の謎の場所に行けて、その謎を解けば次の場所に行けてっていうのを永遠に繰り返すっていうゲームだね。それを先生に仕掛けて。で、たどり着いた先は教室の教卓で、そこには生徒からのプレゼントが。先生すごい泣いて喜んでた。嬉しい。それも楽しかったな。あと思い出深いのがもう一つ。合唱コンクールだね。私はそういうイベントごとも真面目にやりきりたいと思ってたから、指揮者の役にすぐに立候補した。みんな異論はなく、指揮者として頑張ってみんなをまとめられるように尽くしたよ。いっぱいいっぱいみんなで練習して、ちゃんとできたって思って本番に挑んだら、クラスが2組ずつあるんだよ。各学年に。で、どっちが勝ちか負けかみたいな。結果はね、負けちゃったんだ。もう惨敗。すっごい担任の先生も一緒に頑張って勝とうねって頑張ったのにね。で、それがすっごいみんな悔しくて、私もとっても悔しくて、
それで、一つ企画をね、思いついたから、みんなでやろうって話になったんだけど、その企画のために合唱コンクールが終わった後も放課後近くの公園に大きな銅像があるから、その銅像を待ち合わせに学校が終わったらすぐに集合って形で、学校が終わった後毎日1週間か2週間かずっともう一度終わった合唱コンの課題曲を練習したの。そして完成度がだいぶ高まったある日、先生を休憩時間中に急に呼び出して、先生、音楽室に来てくださいって代表して連れてきて、音楽室に先生が入ったら合唱コンクールの時みたいに並んだ生徒たちと、そして観客席に一人担任の先生が座らされる。合唱コンクールでは負けちゃったけど、その後いっぱい練習してもっと上手くなったと思うので、先生に見てもらいたくて、先生のためにみんなで歌いますって先生にはいっぱい迷惑かけてたからね、頑張って成功させようって一緒になってやってくれてたのに、負けちゃったっていうのが不甲斐なかったし、悔しかったし、ちょっとでもね、やれるんだぞっていうところを見せたかったっていう気持ちもあったし、担任の先生のためにクラスみんなでコンクールをした先生また泣いちゃって、すごい感動してくれてた。楽しかったなぁ、中学校。いろんな遊びやってたな。なんか中二病対決とかやってた魔法陣の名前とか変な中二病っぽい呪文をけたたましく叫んで戦うみたいな、そんな変な遊びもやってた。あとは女子校だけど恋もしてた。ずーっと1年生の頃から友達だった愛理ちゃんって女の子がいてね。愛理ちゃんって女の子が私はすっごい大好きだった。女の子として。でも、そんなことを言えるような勇気なかったし、今のままで十分幸せだったから、何も言わずにずっと過ごしてた。2年生くらいまでかな？ 3 年生だっけそう。同じ吹奏楽部に入ってて、私は最初はフルートだったけど、人員が足らないってことでパーカッションにも張って、打楽器はやってた。愛理ちゃんはフルートに残って、フルートを弾いてた。それで、ずっと仲良く部活が終わった後も、一緒に恋人つなぎなんかして帰っちゃったりして、この手のつなぎ方なんていうか知ってるって言ったら、知ってるって。いいのって聞いたら、いいよって。全然、なんでって。まあ、全く意識してないからこそ、そういうことができたのかもしれないけど、私はずっと内心ドキドキしてた。あとたまに膝枕させてもらったりとか、すごくプニプニした
柔らかい肌の子で、よく膝枕してもらってお昼にしてた。気持ちよかったな。でも突然お別れがやってきちゃった。生徒会の選挙が始まって、私はもちろん生徒会長に立候補したかった。けど、アイドルの活動が忙しくて、それどころじゃなかったから、生徒会には立候補できなかった。して私は生徒会長に立候補するつもりだったから、愛理も初期に立候補したのかなって感じで、愛理も立候補してたんだけど、私が立候補やめたってなっても、私は初期やろうかなって、他の吹奏楽部の友達も立候補してたから、立候補してた。そして選挙が終わって、無事その吹奏楽部の子たちも、愛理も、みんな生徒会に入って、そしたら、毎日ずっと学校にいる間、ずっと愛理と二人で一緒にいたのに、学校が終わると生徒会の準備があるからとか、生徒会のお仕事でって言って、一緒にいられない日が多くなった。多くなって、それで、お昼ご飯も一緒に食べてたんだけどね。なぜか急に今日から一緒に食べないで生徒会の子たちと一緒に食べるって言って、私愛理と二人で食べてたから一人になっちゃって、それからずっと距離を置かれて全然喋ってもくれなくなって、なんでって思って、その吹奏楽部の友達に間接的に聞いたら、なんかずっと劣等感持ってたみたいで、愛理、私やっぱり目立つからさ、結構後輩とかにも慕われててね。それでずっと一緒に行動してた愛理は、蛍先輩のよく隣にいる人っていつも言われてたみたい。後輩たちから。私全然知らなくて、それがすごい嫌だったらしい。それで距離を置かれたみたい。私のちゃんとした自我が芽生えた後のちゃんとした初めての初恋はそれで終わった。あ、もうこんな時間だね。もう寝なきゃダメだよ。ちょっとブルーの話で終わっちゃってごめんね。じゃあ、また話聞きに来てよ。よかったら。今日はここまで。おやすみなさい。